デイ4かな。デイ4です。今日は恋愛についてちょっと恋愛関連の質問に答えていきます。煎茶を飲みながら。一星君は彼女欲しいなとか思う時ありますか、という質問。あったけ。なんか最近の心境の変化があって、年始にも言ったと思うけど、結構なんかずっと一緒にいる人欲しいなっていうのが最近はあって思ってるのが、なんか彼女欲しいなとかそういうのは思わへんねんけど、なんかそろそろ安定したいというか、ずっと生きていくパートナーみたいな人は欲しいよなって思うようになったかな。あんまり思わんかったかも。なんか、恋愛も結構こじらせまして、僕は。ほんまにもう小学生ぐらいの時から彼女がいて、でもちゃんと恋愛したのは中学生ぐらいからやけど、もう中学生の時から中学生ではないような恋愛をしてたから、中学生の頃にもう電車でもう2時間半ぐらいの距離で遠距離してて、でお互いにちょっと家庭環境悪くて、もうなんか家追い出されたとか、今日帰る場所ないみたいなことを泣いて電話かかってくるとか、そういう恋愛してたから、なんかもうそれがもう結構最初のちゃんとした恋愛やったから、結構なんかその感覚がずれてて、世間一般と。だからもう中学生の頃からもうお互いのなんか生きるのを支え合って生きていくみたいな感じで付き合ってたから、すごいずれてんの。ほんでそういうのも経験しつつ、高校生とかになっても青春って感じの恋愛もしたりして、なんかそれでいろんな人と付き合うとさ、自分がどういう人と会ってるか会ってないかって分かってくるやん。それでさ、もうとにかくこう付き合ってて自分のことを嫌いになる瞬間がすごくあって、恋愛で。それがなんかもう嫌やなと思うようになって、ほんでもうしばらくなんか恋愛することとか、人を好きになるとかなってもらうとか、そういうのが結構しんどい期間があって、でもそれが結構最近になってきて割と変わってきたかなっていう感じ。なんで変わったのか分からんけど、年明けのスノーボード街に出てる女性は彼女ですか？違います。長野に住んでた時の友達。僕乾燥肌すぎて指パッチンがならないっていう。あ、なったわ今。みんなのさ、好きな人ってみんな恋愛してる？みんな恋愛してんの？なんか好きやなとか、なんかうっとしいなとかさ、恋愛してんの？みんな。ちょっといいな、なんかずるいな。休日に一緒にパン作りとかしたいよな、彼女と。いや彼女じゃなくても別に何でもいいんやけど、僕はもう形はもう何でもいい。一緒に入れたら何でもいい、正直。で最近さ、冬のなんかさ、春のなんかね、
やっけっていうドラマ見てて、これはちょっとなんか結構そういうなんやろ、日本の恋愛ちょっとこじらせたなみたいなのがまあなんか生々しく描写されてるんかな。まあなんか日本独特なんかも。杉咲花主演かなのやつが、ネットフリで出てますんで、ちょっとそれは見ましたじゃない、あのドラマ共感できますかっていう質問来てるんやけど、これはまあちょっと一旦最終回まで全部終わってからちょっと感想出すかも、一本だから、気になる人は見といて。杉咲花激モテドラマで、最近さラブ上等もめちゃくちゃ流行ったやん。恋愛ドキュメンタリー、恋愛リアリティショーか。結構最初の方に見て、あ、これ面白いなと思って。中学生とか高校生とかは見てられへんし、まあテラハもワンシーズンというかなんかどっかのだけ見たんよ。それ以外は全然見てなくて、なんかそういうものあんまり見てこんかったんやけど、ラブジョと面白かったな。なんかヤンキー恋愛あれおもろかったな。なんであれ見てて思ったのがさ、恋愛ってなんかなんていうの、人を好きになるっていうきっかけだから、なんか心が動く、ドキドキする、キュンキュンするみたいなタイミングと、それ付き合ってしばらくするとその最初の感覚ではなくなるやん。ちょっと気持ちが落ち着いて、もうちょっとなんていうの、オキシトシン的な幸せの形がこう待ってるやん。でもそれが待ってるか分からへんくない？その最初のきっかけのドキドキがあって、んで付き合うけど、そこの恋愛の最初のスイッチとまた別のこの段階があってっていうのが、なんかあれラブ上等見てて思って、まあなんかどのペアでもそうやけど、ちょっといい感じっていうタイミングと、そのいい感じで様子見るみたいなことをするやん。そうするとなんかそのどっちかの気持ちがこうパッて向いてる時がこうすれ違ったりして、なんか人間ってなんであんな変なんやろうと思って、なんかそれでさ、そういうタイミングとかなしにさ、好きってなったらずっとこう一貫してさ、なんか付き合いたいとか思うもんじゃないんかなと思って、なんでそういう風にできてないんやろうと思って、なんか変なのって思った。でもあれなんかな、生存本能みたいな。動物ってさ、こう子孫を残すために結ばれるわけやん、何の動物でも。だからさ、こう振り向いてもらえへんってことはイコール自分の子孫を残せないっていうことやから、そういうようにできてるのかなとか最近めっちゃ考える。なんやったかな、最近めっちゃ思ったんやな。なんかなんでこう人間ってこうできてるんやろみたいなあれやわ、ちょっと言いづらいんやけど、他人の性的な行為、他のカップルの性的な行為、なんか他人のさ、そういうのを見るのってさ、なんかちょっと抵抗悪くない？まあ当たり前、これ当たり前って思うんやろうけど、みんな当たり前って思うんやろうけど、なんかそれってなんかちゃんと理由があると思って、なんかそういう人の、自分もさ、そうちょっと汚いものって思わへん？急にこう他人の性に関することやと、自分やったら別になんか何とも思わへんのに、急に他人のものをちょっと考えたら、なんか汚いものって、他人のこう何か汚いものって思ってしまうやん。
あれはなんで思うのかみたいなことを疑問になってチャット GPT に聞いたんですね。そしたら人間はその生存本能でこう競争やん、取り合い、オスとメスの取り合いで、それで競争で勝つために、人間は進化の過程で生殖に関わるものをプライベートな行為として守る傾向が強まりました。理由は配偶者を独占したいから。自分のパートナーが他の人に取られてしまうということは自分の遺伝子が残らない可能性があるから、その可能性を消すために嫉妬とか嫌悪の感情が進化したと考えられているっていうことらしい。あとは社会的な目、人間は社会的な動物やから、その社会心理、人間の心理的なものでタブーを破っているみたいなっていうのを思いました。何の話？そう思うとさ、冬の春のなんかね、春の違う冬、あのドラマはさ、そこ言及してないよな。してるのかしてないのかみたいな。結構変わるよな、そこでしてんのかしてないのかどっちなんみたいな。でも彼氏がしてなさそうなストーリーやな、あれは。でもなんか好きなタイプはとか質問あるんやけどさ、なんか好きなタイプはって聞かれて、こう外見がまず出る人となんか内面が出る人とか2パターンいると思うけど、自分がそうパッて聞かれた時に何が一番最初に出るかなって思ったら、まずはやっぱ自分の気持ちが穏やかでいられるパートナーがいいなって思うな。あとちなみに僕はゲイじゃないですゲイじゃない、僕は女の子が大好きです。女の子を愛していますのでゲイではないです。ちょっとよく海外の人からさ、ゲイって勝手に決めつけられてんねんな。ゲイですかみたいな質問もなく、勝手にこいつはゲイだみたいな前提で話しかけられてることがたまにあんねん。いやゲイじゃないから、別にどっちでもいいけどゲイではないです。だからやっぱそういうのが大事かな。みんなは何を意識してんの？その好きなタイプ何って聞かれてさ、まずパッて何が浮かぶかちょっとコメントしてほしい。好きなタイプ何ですかって聞かれた時に、顔のこのパーツがいいとか、なんかこういう時にこうしてくれる、こういう行動してくれる人がいいとか、そういうのがある、なんかパッて出るんやったら、なんかそれはすごいことやと思う。僕はもう自分のことを好きでいられる人がいいですね。やっぱもうしんどい恋愛は大丈夫です。結構さ、自分はあんまりこうパッて付き合わへんのよ。結構そんなに試してなんか付き合ってみてもいいかもみたいなノリで付き合うタイプじゃなくて、結構ちゃんと心が動かんと付き合わへんから、人によってさ、付き合うことへのハードルってそれぞれあるやん。でも自分はそれのハードルが結構高い方やから、そうしてるうちになんかどんどんさ、こうなんかそのなんちゅうの殻みたいなさ、ちょっと閉じこもってんのかなみたいな、なんか思ったりして、逆にその一瞬の気持ちにこう委ねてみて、ちょっとライトに付き合ってみてもいいかなみたいな思って付き合ったこととか何回かあんねんな。でもその時はだいたい嫌いになるよな、自分のことやし、逆にすっごいなんかちゃんと向き合ってくれて、この人といたらもしかしたらずっと一緒にいるかもみたいな人もいたけど、その時は逆にもう自分のメンタルがダメすぎて、この人は
大事すぎるがゆえにちゃんと向き合わなあかんし、今の自分にはそれを背負うだけの精神がないなとか思って縁がなくなったりっていう、難しいよな。なんかタイミングとか言うやん。ほんまにタイミングなんやろな。そういう自分のさ、なんか経済力とか精神面とかやりたいこととかある程度こうやり尽くしたら、こうそういうのをパッて受け入れれる土台がないとさ、難しいですよ。だから今は僕はその土台を作っている最中ですね。精神疾患持ってる人ならわかると思うんやけど、基本的にさ、うつとかやったらさ、じゃあ遊びに行きますってなって予定を組むやん。予定を組んだ時に気分がどうなっているか、先の気分が分からへんとか、家出るにもさ、結構なこうハードルがあるやん、しんどい時は。そういうので迷惑かけるやん。その好きな人やったら迷惑じゃないよって相手は言ってくれるかもしれんけど、それはさ、一瞬やん。結構それをずっと受け入れてくれる人っていうのは相当自分のこと好きとか、相当覚悟気も座ってないとそんな簡単に受け入れられへんと思うね。だからもうやっぱ精神疾患持ちの人はさ、自分からなんか付き合ってっていうのむずくない？僕はめちゃくちゃ難しいなって思う。なんかすごい責任感ないなって思っちゃう、自分に。だから今はこう土台を作ってなんかちゃんとしたいなって思うんやけど、その土台作るにもやっぱり好きな人がいて定期的に会ったりみたいな方が精神は安定する可能性があるし、逆に安定しん人もいるかもしれんけど、まあ安定するっていうねえ、だからそうなってくるとさ、まあちょっと考えすぎって思うかもしれんけど、ほんまに多分メンタル系の悩み抱えてる人はみんな思うよ。こういうこと思ってると思うんやけど、だからそうなってくると相手からなんか来るのを待つというか、ちょっとどれくらい気持ちがあるのかっていうのをさ、確かめんとさ、難しいよな。実際に自分それで付き合ってさ、全然あかんかったことあるしな。いざ告白してもらって自分もちょっと気持ち動いてたし、でも自分はこうで今こういう状態で、もうそんななんかすごい自分のことで精一杯でみたいなこと話して付き合って、なんでやねんみたいな結果も全然あるし、なんでそうやねんみたいな、最初に言ったからもうちょっとなんかなっていうのとか思う時もあるし、難しいよ。だって精神疾患なんて経験しんと分からへんからさ、相手に覚悟があったとてその想像が全然こう下回ってることがありますから、まあ難しいですね。自分が振った元カノから別れた後しつこく連絡が来たとして時間が経って復縁あり。しつこく連絡来る時点でなしかな。しつこく連絡してくる人って何かが欠けてる欠けてるって言ったらちょっと言葉悪いか。なんか僕は違うなって思いますね。しつこく連絡来たらちょっと自己中じゃない？なんかご丁寧に来るならさ考えるよ、真剣に。だからそのアプローチの仕方よな。しつこくとか言われなってきたらそれはもう絶対無理ですね。だから高校生とかの時に付き合ってて、じゃあ今高校生から今25になりましたって言って、そこから全然会ってなくて今会って、まあその間相当変わってるやん、人間って。仕事とかでなんかいろいろあったりいろんなことを経験して、それで大きく変わってるならもしかしたらうまくいく可能性あるけど、まあ基本的に復縁ってそんなにうまくいくことないし、
だから復縁、僕はもう結構ブロックする、連絡とか取らへんかな。ほとんどそうかも。もう今ほとんどつながってないな。まあそのさっき言った中学校の頃、もうガチでなんかお互い支え合って生きてきた人は全然今でも話すってかつながってるけど、子供を持つことについての考え方を聞いてみたいです。こりゃもう長なるぞ。やっぱ家庭環境がさ良くないかったらさ、まあなんかいろいろ考えるよなマジで。家庭環境が悪く育つとやっぱり親を見てさ、親の仲の悪さとかさ、子供にこういう対応をする親とか、そういうのを悪い方向で見てると、なんか変にこう神経質になるような、子供っていう子育てみたいなものに対してなんかちゃんとしないとみたいな、自分がもし子供を持ったらちゃんとこうしてあげたいなみたいな、もうこう自分と同じことだけは絶対にないやろうけど、そんなことはないやろうけど、そういうことを味わってほしくないなとかは思うよな。がもう子供を持つならもうのびのび自由に生きてほしいよ。最近はこうゆとり世代みたいなさ、ゆとり世代というか褒めて伸ばすみたいな、怒らないみたいなさのがあるけど、そういうようなちゃんとコミュニケーションが取れて悩みとかも言えるみたいな関係性があった上で、なんかちゃんと褒めたりさ、怒ったり、こういうことは良くないんじゃないとかさ、相手はどう思う、こういうことしたら誰かがどう思うとか、自分の気持ちはどうとか、そういうさ、そういうことを考えれる子供になってほしいよな、子供を持ったら。最近めちゃくちゃなんかリールとかで子供のリールとか回ってくるとめちゃくちゃ可愛いなって思うようになってきて、びっくりなことに僕一番末っ子なんで、末っ子やとさ、このお姉ちゃんとかは僕を見て、子供ってこんなんかなみたいな若干イメージつくやん。でも自分はこう自分の後に生まれてきた赤ちゃんを知らへんから、なんかそういう子供っていうものがあんまりこう昔はなんか分からんかった。好き嫌いとかじゃなくて、なんかどう接したらいいのかみたいな捉え方自体があんまり分からへんくて、でももう最近はもうリールで回ってくる子とかもうクソ可愛いよな。最近お父さんが骨折したみたいな、一人娘、多分シングルファザーの方で、その娘にパパ骨折したんだみたいなことを娘に言うねん。んで動画撮ってて、骨折したのみたいなことをその子が言うんやけど、だんだんもう骨折したことが悲しくなって、その子が泣き出すんよ。パパ骨折してほしくなかったよって言ってる気がして、ほんで自分のなんかこういう財布というかお小遣い入れる袋からこれあげるって泣きながら100円出す動画があって、もうクソ可愛いやんと思って。しかもなんか100円出してくんのやばない？もうその子にとっての100円って多分すごい大事やん。それを泣きながらパパ骨折ってほしくなかったよって言いながら100円出してくんの可愛いなと思って。でも自分ママさんとかフォローしてて、インスタ子育てしてるママさんとか、それは結構もう20歳ぐらいの頃からフォローしてて、いやすげえって思うんよ。なんかこんな子供がわーわー言ってこんだけ余裕のある子育てをしてるお母さんってすげえなって感心すんの。ちょっと自分の母親にはちょっと申し訳ないんやけど、あんまりこういろいろできる母親じゃなかったから、世の母親ってこういう、もちろんインスタで見る人はもうそのトップクラスの人やと思うけど、こうやってお母さんしてんねやみたいな視点でなんかインスタを見てんの。多分普通の人はその子供とか載ってるのを見てんねんけど、自分は
そのお母さんがどうやって子供と向き合ってるのかみたいなのを見てて、すごい勉強になる。こういうことしても落ち着いてるな。子供がご飯をバーってこぼして床までこうなんかこぼしてもみたいな、やっちゃったねみたいなで済ませてんのすげえなと思って、もうかなわへんよな。あんなどんだけさ男がこうムキムキにしても、そのなんか懐の広さ、母性みたいな、もうあれにはかなわへんよな。すごい。僕の恋愛は過去の恋愛の経験のトラウマみたいなものやったり、家庭環境による自分のメンタルのごちゃごちゃがさ絡まったりしまして、大変でしたね。もうなんか疲れたなって、20歳ぐらいの頃にはもう疲れたなって、もう疲れ切ってた、ほんまに。もういいやみたいなね、疲れましたんで、もうこれからはもう心穏やかな恋をしていきたいっていう考えです。もうそういうなんかさ、しんどい恋愛とかしたらさ、なんか自分にはさこういうのは合ってないなっていうのが分かるから、それもやっぱり経験として大事なんやなって思うよな。次から付き合う人は違う、そういうまた新しい自分の基準っていうものが生まれて、自分にはこういう人は合ってない、なんか前の人がこういうところは嫌だったっていうの、そういう気持ちはとても大事で、その気持ちから次の人はどういう人で、自分にはどういう人が合ってるのかみたいな、なんか自分にとって都合のいいというよりは、自分の気持ちに対していかにこう正直にいるかみたいな。なので昔こういうところが好きやったなとか、こういうところが嫌いやったなみたいな、そういう経験を経てなんか蓄積されていくんやと思います。でもさ、恋愛経験はない人はさ結構自信ないみたいな人多いけどさ、全然そんなことないと思うねんな。なんか自分自身の好きなものとか嫌なもの、恋愛でなくてもこう仕事とか友達とかで人間とこう対峙するときに、自分の気持ちがどうあるかみたいな、これされたら嫌だ、こういうことを言ってくれる人が好きだみたいな、そこを明確にしておけば、なんか恋愛もすごい、なんか恋愛にも応用が効くものやと思うんですね。高校生の時にこういろんな職業の方がこう授業でこう話してくれるっていう行事があって、その時にカウンセラーの人かなが、恋愛が一番なんか人間の成長にとってプラスになるものですみたいなことを言ってて、その時の自分は結構確かになって、恋愛ほどなんか他人と価値観をこうすり合わせることってないやん。なんか友達とか知り合いぐらいの人やったら、ここ合わへんわって思って、ほんまに自分が傷つくぐらいやったらパッて離れればいいんやけど、恋愛っていうのは、じゃあここ合ってないわ離れようって思ったとしても、好きっていう気持ちが残るから離れられへんっていう状況なわけや。じゃあどうすんのって、好きやのに嫌いで鬱陶しくてみたいな、じゃあ話すしかない、じゃあお互いどうここをすり合わせようかみたいなさ、ちゃんと話し合ってやっていくわけやん。あんだけ他人とこうちゃんと会話することってないよな。そんな感じ。なんかまとめたのにそっからずっと喋っちゃった。だから穏やかな恋愛がしたいのと、安定したいなとは思いつつも、もうちょっとなんかアグレッシブに動けよっていう風には自分に思ってる。もうちょいなんか行ったっていいやみたいな風には思ってるから、そういう気持ちかな今は。です。もう付き合って合わんかったら別れたらええやんっていう
風に思います。もうそれぐらいラフにやってください。皆さんも僕もそうしますんで、付き合って合わんかったら別れたらええやんって、離婚ちゃうねんからって思います。さようなら。